はい、皆さんこんばんは。本日は VFC の M110K1 こちらがですね、ちょっと不具合が起きたので動画に撮っていきたいと思っています。不具合の内容なんですけれども、ちょっともう分解してますが、このバッファーチューブっていうんですかね、これが今この適正なポジションまでは入れてるんですが、もうすでにですね、こうガタつきがあるんですよね。でこれちゃんとこちらのネジで締め込んでもですね、こう打っていくうちにですね、こう取れちゃうんですね。なので、多分こちらのフレームのネジ山がバカになったか、あとはバッファチューブのネジ山がバカになったか、どっちかなんですけど、ちょっと本来はどっちか特定できてですね、パーツを交換するのが一番いいとは思うんですが、ちょっとまずはこれでなんとか対応できないかというのを検討してみました。なのでちょっと治るかわからないんですが、一旦ですね、その改善方法をですね試してみたいと思います。で今回ですね、まずネジ山を直すにあたっていろいろちょっと調べたりもしたんですが、このプラリペアっていう製品ですね、粉のものと液体のものを混ぜて、それをネジ山に添付してですね、ネジを回し込んで固めるという製品らしいんですが、本当はエポキシパテとかでもやってもいいのかもしれないんですけれども、まずこちらがちょっと強いかなと思いまして、こちらでネジ山がですね補正できないかどうかちょっとやってみたいと思います。はい、一応ここの周りとかにですね流し込んだりとかして入れてみました。これでちょっと固まるまでちょっと1日ぐらい置いといて、で問題はこれが回して抜けるかなんですけど、で回して抜けなかったらちょっともう溶かしてですね、もう一回取り出さなきゃいけないんですが、ちょっと一回様子見たいと思います。はい、前回見事にちょっと吹き飛んでしまったんで、今回はパテでちょっと接着というかですね、隙間を埋めてみました。ちょっとですね、今は固まってる感じもするんですが、これでもう一回衝撃に耐えられるかやってみたいと思います。もしこれでダメだったらもう接着するしかないかなって今ちょっと思ってます。とりあえずやってみたいと思います。はい、結局前回もですね、ものの見事に
外れましたので、もうちょっとネジのね復活は諦めます。なのでもうちょっとメンテナンスできなくなりますけれども、接着しようかなと思いました。で一応接着でどれがいいかなと思って調べて、今回このメタルロックっていう接着剤、これは金属同士だといいというふうに書いてあったので、これでちょっと接着したいと思います。はい、一応接着剤でくっつけてみました。1時間で固まるらしいんですけれども、1日置いて確認してみたいと思います。接着剤で固めてからですね、ちょっといろいろ仕事もあってですね、1週間ぐらい放置しました。手でやる分にはですね、このとこビクッともしないですね。なのでこれでまた実写してみたいと思います。ちょっと打ってみたんですけど、今度ボルトが奥に入ったままですね、戻ってこなくなっちゃいましたね。ちょっとなんとか直してみたいと思います。はい、結局ですね、すり合わせ等をやったんですけど、やっぱり途中で止まっちゃうんですね。でちょっとですね、これ以上ちょっと厳しいかなと思ってですね、このパイプの奥にですね、メラニンスポンジとですね、あとティッシュを2枚ぐらいちょっと入れてですね、このボルトの奥に行かないようにちょっと変えたんですね。今こうやって引っ張ってもですね、これくらい少し前に出てる状態なんですけど、これでちょっと試してみたいと思います。はい、当初のですね、このパイプですね、これは今のところ全然ビクッともしてません。このメタルロックってすごいですね。これはクリアできたんですけど、一応今みたいにちょっとストロークを短くすることによってボルトの引っかかりはなんとか実写できるレベルまで戻りました。多分私がこのボルトストックですか、これをちゃんとまっすぐつけられてなかったんだと思うんですね、原因は。なのでどっかで干渉して戻りが難しくなってるのかなという感じがします。ですのでここ私みたいにですね、固定する場合はですね、ちょっとかなりまっすぐなってる方なかなか難しいんですけど、ご注意していただければと思います。はい、あれからですね、数日経ってやっぱりですね、ストックパイプが曲がっているので、ボルトストップとかもかかんないんですね、ショートストロークにした影響で。なのでちょっとストックパイプを是正してハンマーとかで叩いてまっすぐしたらですね、やっぱりですね、ス
ストックパイプが取れてしまいました。でもう諦めようかなと思ったんですけど、最後の最後に一応ですねもう一回メタルロックでですね固定するのと、あとちょっと今写真出しますけど、簡単にここの周りどれくらい効くか分かんないんですけど、ハンダゴテ等もしたりとか、あと逆側もしたりとかして、最後にこの隙間にもう一回メタルロックを流し込んだりとかしてですね、最後の悪あがきをしてみました。これで最初のうちは多少は大丈夫だと思うんですけど、やっぱり打っていくうちにまた取れるんじゃないかなとは思います。なので取れたらまたくっつけてっていう、その繰り返ししかもうちょっと思い当たらないので、一旦これで打ってみたいと思います。はい、それではですね、空打ちですけれども、ちょっと試して打ってみたいと思います。ボルトストップがかかりますね。一応5発だけですけど打ってみたところ、今のところ取れてはいないです。先ほども申し上げましたけれども、ちょっとこれの繰り返しでちょっと使っていきたいなと思います。なので抜本的解決にはなってませんけれども、一応暫定対応という形で、今回ストックパイプが取れてしまったという不具合に対しての対処の動画になります。皆さんに同じ症状でお役立ていただけるかはちょっと不明ですが、参考にしていただければ幸いです。それではまたお会いする日まで。さようなら。